こんにちは、さゆりです。今回は友達のすごいところについて話したいと思います。はい、でも心配しないでください。ただの友達自慢のエピソードではありません。結構考えさせられたことがあったので、皆さんと共有したいと思います。はい。で、この友達とどうやって知り合ったかというと、私が住んでいる香川県でやってた言語交換、ラングエッジエクスチェンジですね。で知り合った友達です。その人は英語を勉強している、日本人です。このパンデミックの前は結構みんなで、ハイキングに行っていました。ここに住んでいる外国人と一緒にみんなでハイキングに行っていました。で、その友達がいつも車を出してくれて、運転してくれて、いろいろな、いい景色のところに連れて行ってくれていました。そう、それでですね、今回私の友人が海外から高松に来たんですね。で、その時も一緒に来てくれて、ハイキングをしました。私たちが行った山はそんなに有名な山じゃないんですけど、とても綺麗な景色が見える瀬戸内海が一望できる山に行ったんですね。で、その山は300メートルとかだったと思います。で、ハイキングする時間はだいたい、山頂、一番上まで1時間ぐらいの山です。登りやすい、気軽にハイキングできるような山です。はい。で、何に驚いたかというと、その友達、日本人の友達は前日にハイキングする前の日に一人で下見してたんです。下見っていうのは何かイベントが起こる前にその場所に行って、調査ですね。例えばハイキングの場合だとどこに目印があるか、どこのトレイルを歩けばいいかとか、ちゃんと地図を読んだりどんなことがあるかっていうのを事前に見る。それを下見と言いますね。その友達は下見をしていたんです。いや、本当に、あの、びっくりしました。でも、下見をしたにもかかわらず、ちょっとだけ迷ってしまったんですね。迷うって言っても、あ、やばい、どうしようっていうのじゃなくて、この道じゃなくてこっちの道だったかもっていうぐらいの、危険ではない、危なくない迷い方です。で、迷った時に、その日本人の友達が、恥をさらしてしまったって言ったんですね。恥さらしだ。恥をさらしてしまった。この恥っていうのは、英語で言うと shame っていう意味ですね。でも、もし私がその人だったら、恥というよりは、正しい道見つけなきゃとか、正しい道に戻らなきゃとか、そういう感じで、みんなで問題を解決しようと思うんですね。でも、その友達が最初に出た言葉は恥だって言ってて、なんて、なんだろう、日本人らしいというか、完璧とか、やっぱりおもてなしの心があるんだなと思いました。で、こうやって準備すること、今回は道に迷ってしまったんですけど、こうやって道に迷わないように準備したり調べたりしている状態のことを用意周到と言います。いつもその友達は用意周到でハイキングに連れて行ってくれるんです。この友達だけじゃないんです。他のハイキング友達もすっごく用意してくれるんです。例えば一緒に川に行った時に私の分まで浮き輪を用意してくれて、私は何も考えてなかったんですけど浮き輪でぷかぷか川を泳ぐことができましたし、あと秋頃ハイキングに行った時にはガスバーナーを持ってきてくれてたり、ハイキング用の座布団を持ってきてくれてたり、私にはないなと思って、そういう細かいところまで計画をして誰かを楽しませるっていうホスピタリティですかね、おもてなしの心っていうのが、いや本当にすごいなと思いました。うん。
私の性格は多分、ちょっと悪い言葉だと行き当たりばったり、その時に思いついた時にしたい行動をする性格だから、そんなに細かく決めているとちょっと窮屈に感じる。友達がそうやってしてくれるのはありがたいし助かるんですけど、もし自分がそれをしたいかって言ったら、私したくないと思いました。私の不真面目さが出てしまうポッドキャストですけど、その時の気分とかその時の状況で判断したいタイプなんですよね。でももちろん楽しむためには安全であることは、一番大事なんですけど、それをしすぎると何ですかね、自由さがなくなってしまう。全部決めると自由じゃなくなるので、もし自分でそのハイキングとか一人でどこかに行くときはあまり計画を立てないんですね。自分の性格的に。この一緒に行った友達や他に川に連れて行った友達は本当に尊敬してます。私にはできないことだし、多分しようと思っても気づかないことも多いと思います。で、そういう細かいことに気がついて、それを用意する、用意周到の状態で他の人と共有するっていうのは本当に素晴らしい、日本で生活する上で大切な要素だと思いました。で、あと日本人と仲良くする時も結構大切だと思いますね。それを理解することは大切だと思いました。で、どうしてかっていうと、結構日本語学習者の方で、日本人と遊ぶ時、すごく先の予定しか約束できないっていうんですね。1週間後は普通ですね。1週間後とか2週間後の予定を立てます。で、これはめんどくさいなって海外から帰ってきてすぐは思ってたんですけど、でもやっぱり日本人の友達ともっともっと関わっていって学んだことは、やっぱり完璧に近い状態で他の人と会いたいんですね。だからその準備をするために多分1週間とか2週間とか必要なんだなと思いました。準備というか心の準備とか他の予定もあるし、この日だったらこの友達にいい自分、完璧に近い自分を見せることができる日。ちょっと説明が難しいんですけど、あんまり体調が良くない日とか、あんまり気分が乗らない時って人に会いたくないじゃないですか。だからその大切な人に会うために自分のコンディションをね整えるんだと思います。はい、かなって私は最近理解してきました。あと、これも聞いたことがあるというか私も実感するんですけど、欧米の国と違って人を家に呼ぶことはないですね。ホームパーティーとかあまりしないですね。それは、いろいろな理由があると思います。日本は遊ぶ場所が多いっていうのも一つあるし、でもう一つこの関係したことで言うと、やっぱりいい状態の見せたい。完璧に近い状態で人を呼びたい。人を家に招待したい。人を家に呼びたいっていうのがあって、あんまりホームパーティーとかしないのかなと思います。やっぱり完璧に近い状態にするのはすごく、時間がかかりますからね。だからこういった外国人から聞く不満も、日本人はやっぱり完璧なところを見せたいとか、用意周到の状態じゃないと何かしたくない、動きたくないっていうのがあるのかなと思って、今回話してみました。皆さんはどう思いますか？そういう友達がいますか？ちゃんと準備しますか？それとも流れに身を任せる私のようなタイプですか？じゃあ今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあまたね。バイバーイ。